Hello，大家，休学旅行时被分到了不熟的小组第8集，杜慧告白了。日志虽然没有直接答应他，但是他也告诉杜慧，他并不排斥杜慧喜欢他，并且他对杜慧的感情，他可能需要一点时间稍微思考一下。接下来既然捅破窗户纸，事情都说开了，那我们就敬请期待接下来会有什么有趣的事情发生吧。杜慧会如何展示他那澎湃的爱意呀？文化祭前の教室はどこか緊張感が漂っている。どうしたの？一抬头发现有个痴汉在盯着自己。渡来君、ここに衣装のサイズ書いてくれる？じゃあ日置採寸手伝って。女同学还是在展示她的小心机哦，想要帮杜慧量尺寸，跟她亲密接触。緊張感が漂っている。もっと上。你也很多小心机。何照れてんの？いいよ。还逗他，你明知道他害羞还逗他。そうやって照れてるとこも好きだよ。竟然要斗就斗到底。なんか呼ばれてるよ。え？为什么？日置になんか用？何してんの？不过上一集看完了杜慧视角，我知道了啦，他对这3个确实印象很差。そんなことない。杜慧还在后面偷看。そんなに気になるんだ。もう今更隠しても意味ねえだろ。普段からダダ漏れなんだから。友達のそういうの気まずくない？まあさすがに目の前でイチャつかれたらそりゃ反応困るけど、まあだからといって別に嫌ではないし。哎呦，他们3个是真的是好朋友哎。お前は本当にいいやつだな。你们3个还不赶快拦住啦！結婚しよう。ラブはある。え？あれはただの冗談。じゃあ俺と結婚して。这么顺口。結婚しよ意味が。おーいそこの2人。呼ばれてるよ。う。また？日置じゃなくて渡来が。啊知り合い？うん。 ？Oh my god！ 这次换日志要吃醋了。決まってんじゃん。告白だよ。最近多いよな。校門で待ち伏せされたり。わかる。あとクリスマスなの。告白か。日志参与不进去的话题，虽然他最近才被男神告白。俺もそろそろちゃんと。少しお話いいでしょうか。ここじゃちょっと。一副好像要跟日志告白一样。这个是那个吧？上次杜慧借笔给他的那个女生，她是不是喜欢杜慧，想要借日志接近她？你们这个无人的演艺厅可以这样子，你说进就进哦。私同じクラスの。東雲さんだよね。どうしたの？他们都同班几个月了，还不熟悉彼此的名字吗？これ渡してもらうことはできないでしょうか。哎，看吧。渡来君に。ごめん。俺には。分かってるんです。ちゃんと自分で渡すべきですよね。他说的不是这个，这不是日志拒绝他的理由。渡来君には話しかけるだけでみんなに見られてしまう気がして。哎，そういえばあの時も。所以是这一次让他产生了一点恐惧，是吗？初めて見た時はお顔がすごく美しいなって。私みたいな目立たない人にも優しく接してくれたり。啊，还是个有点自卑的女生哦。いつも落ち着いててスマートで余裕があって、あんまり圧がないというか、嫉妬とか束縛とかそういうこととは無縁そうな感じで。前面讲的是杜慧，后面这个不是。日志非常清楚杜慧的嫉妒多可怕。実際のところはどんな人でもいいんです。もし渡来君が
私の想像してるような人じゃなかったとしても私の気持ちは変わりません。其实他很清醒自己这些都是一厢情愿吼，这很可能只是他幻想出来的杜慧。なんで俺なんだよ。有日志的身份把别人的情书转交给杜慧，就很尴尬。誰？我摆好 pose 在等你。さっき日置が呼び出されてんのが見えたから。何話してたの？哎呦，他们两个这样子告白完反而变尴尬了吼。あ、いや俺はただ頼まれて渡来に渡してほしいって。 Oh my god！ え？日志，你多解释几句啊！哎呦，这样子会让杜慧以为你想要把他推给别人。哎，ごめん。あ、いや俺もごめん。不怪日志啦，这种事难免的，他就还不那么熟练的处理这些事。你们三个，有人去找日志，有人来找杜慧。哈？你们在安排什么事情？日置。いいよ俺はただみんなに頼まれて片付けしてただけだけど。あ、そういうことか。焦った。杜慧，你还不了解你那三个朋友的尿性吗？もう嫌われたかと思った。俺さっきの手紙のことを最初は断ろうと思った。哇，这部剧到现在第一次看到日志这么激动哦。東雲さんは渡来のことすごいまっすぐな目で話すんだよ。 Yes，就是这样解释。そしたらなんかもう分かんなくなってきて、本当はこういう子が渡来と付き合うべきなのかなって。さっき渡来の顔見たら俺苦しくて。ごめん。俺のせいで。俺の方があの子より渡来のこと知ってるのにって何倍も何十倍も何億倍も渡来のこと好きなのにって。幸福来的这么突然吗？なんて言った？日志也是在激动之下说溜嘴了。好きって言ってたよ。太可愛了。なんか安心したら笑えてきた。安心？得到了你的回应，知道了你的喜欢，他就安心了。何回か告白されていくうちに心配になって、もしかしたら日置もこんな気持ちだったのかなって。啊，好きでもない相手から告白されて、そうやって勝手に想像して不安になったり、早く俺を選んでくれたらいいのにってかっこ悪いよな、マジで。でも两个人面对彼此都太自卑了啦！哎呦，完全不是大家想象的那个校草在情场上熟练的样子哦。その気持ちが本当でも嘘でもいい。哎呦，俺は日置が好きって言ってくれたらそれだけで十分。都这样子了，你觉得还会是假的吗？嘘じゃないよ。俺本当に好きだよ。渡来のこと。为了消除杜慧的不安，他也不妨重新鼓起勇气，再讲出这羞耻的告白一次。谁？你们不是为什么不等接吻完再发出声音？扉開いてたからさ。あ、いや、これはだとしてもタイミング悪すぎ。对嘛？你们可不可以默默帮他们关上门？とにかく誰かに見られる前に早く戻ってこいよな。分かった。日志比较慌哦，看到他们三个出现的时候有点紧张，他不知道他们三个这么支持。なんか気づいてたらしい。杜慧，你以后有什么事情告诉日志，不要每次都让日志这么慌。ちょっと待って。虽然接吻不行，但脸颊吻还是要有的。キス。うん。した。
何照れてんの？いや別に照れてないし。俺は好きな人としかキスをしないがモットーだから。杜慧，你太坏了啦！现在知道日志喜欢你之后，就在那边逗他，又一副很熟练的样子。好きだよ。哎，这集发生好多事哦，虽然并没有什么真正意义上的大事啦，但是这一整集下来，你会发现这两个人的心路历程、心境变化都非常的丰富。一个短短的20几分钟，已经转惹了好几次的情绪了哦。现在的青少年谈恋爱都这么喜怒无常的吗？不过当然我们也知道，其实就是因为日志他迟迟不回应告白，他自己也很疑惑，也很迷茫，但是他迟迟不回应，也导致杜慧他有一点点不安，才会导致他们两个的一些细微的敏感的情绪都被放得很大。从一开始日志的朋友来班上找他，还跟他开玩笑说我要跟你结婚，你人真好，再到后来还有一个陌生的女生找杜慧告白。再到后面是他们的同班同学，请日志帮忙转交告白信给杜慧，哇，整个引爆啊！虽然这部剧没有明说哈，但是日志面对杜慧时的自卑，不仅仅是外貌上的差距，其实还有性别的部分哈。所以就算是面对班上的女生，可能那个女生也不是什么女神级的，日志也还是会忍不住觉得她是不是比我更适合杜慧。而杜慧在看到日志居然把别人的告白信转交给她之后，又更慌了，妈呀，日志是不是不喜欢我呀？所以才会有我们看到的这么浓烈的情绪呀。其实都是他们太喜欢彼此了，在这个感情里太不安了，所以后面说开来，有3位好友一助攻，事情也就解决了，甚至还顺带让2个人确认心意了。只可惜接吻没有成功。哎，我说你们3个既然都助攻了，为什么就不能一次到位就让他们接吻？默默的把门关上，假装没看到。如果可以的话，在门口守着不让别人看到，那不是更好吗？是不是？你们也爱磕 CP 不是吗？哎，好啦，无论如何，我是真的觉得日志、杜慧还有那3位朋友都是很好的人。虽然总是有一些高中生的不器用，属于未成年人、青少年的那种对于人情世故没那么熟练处理的状态，但是他们都很真诚，很愿意沟通，遇到事情也是有情绪、有脆弱的时候，但是不会逃避。这么好的人，当然要有最好的爱情。祝福你们长长久久，也祝福那3位赶紧找到自己的幸福。虽然你们好像还不急，你们还只是高中生，是我比较急。行啦，这集就看到这边，下次见，拜拜。